さあ、今回もプロ野球選手解説、やっていくよ。28回目の今回は、平成最後の三冠王と言われている選手の解説になるよ。その選手とは、ホークスに19年間在籍していた、松中信彦選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。松中信彦、1973年12月26日生まれ、熊本県八代市出身の元プロ野球選手だよ。平成唯一の三冠王。プロ通算352本塁打で、NPB 史上初の3年連続120打点達成者でもあるよ。小学4年生時に、大陽小学校野球クラブに入団し、投手と一塁手を務めたよ。そして八代一高を経て新日鉄機密に入社。1996年には、アトランタオリンピック野球日本代表に選出され、全日本の4番を担い、銀メダル獲得に貢献。敗れはしたものの、決勝のキューバ戦では、同点満塁本塁打を放つなど、一躍注目を浴びたよ。オリンピック出場後のドラフト会議では、当時存在してた逆指名制度を通じて、福岡ダイエーホークスから2位で指名。背番号は26。野手として入団したよ。1997年3月2日に福岡ドームで行われたオープン戦では、木田から満塁ホームランを放つなど、即戦力としてアピールしたが、金属バットと木製バットの違いに苦しみ、一軍公式戦では20試合の出場で、打率2割9厘という成績にとどまったよ。1998年は一軍公式戦34試合に出場し、プロ初本塁打を含む3本塁打を放ったよ。そしてウエスタンリーグでは、19本塁打で本塁打王を獲得したよ。1999年はルイス・ロペスの退団に伴い、レギュラーとして一塁手、レフトのポジションで試合に出場していたよ。また、主に7番打者としての出場ながら、4番の国母に次ぐ23本塁打を放つなど、大英初のリーグ制覇、日本一に貢献したよ。2000年に背番号を3に変更し、正式に内野手に転向、一塁手に固定されたよ。開幕は7番で迎えたが、打撃好調で国母の後を打つ5番に定着。国母が不在の試合では4番にも起用されたよ。そして、自身初の3割となる打率3割1分2厘、33本塁打、106打点を記録しリーグ V2 に貢献。シーズン MVP に輝くよ。読売との日本シリーズでは、前年までチームメイトだった工藤から本塁打を放つものの、全6戦でこの1安打に終わり、連続日本一を逃したよ。2001年は打率3割3分4厘、36本塁打、122打点と、打撃3部門すべてで自己最高の数値を記録。同年は松中に加え国母が44本、城島が31本、井口が30本放ち、パリーグ史上初の30本カルテットを達成し、チーム本塁打も203本とチーム記録を更新。2002年は新ストライクゾーンの影響もあり、打撃不振でレギュラー定着後最低の、打率2割6分に終わったよ。本塁打も3年ぶりに30本を下回り、打点も3年ぶりに100打点を下回る83打点を記録したよ。2003年は国母の長期離脱に伴い、開幕から4番に起用され、大ハード打線を牽引。打率3割2分4厘、30本塁打、そして打点は123打点で、初の打撃タイトルとなる打点王を獲得したよ。2004年はレギュラーシーズンで三冠王を達成。ベストナイン、ゴールデングラブ賞、MVP に選出されたよ。同年より導入されたプレーオフ制度により行われた、プレーオフでは西武と対戦。第1戦ではホームランを打つが、その後第2戦から第4戦まで無安打に抑えられ、第5戦の第3打席で安打を放ち、9回にはチームが同点に追いつきなおも、2アウト2、3塁のチャンスで、ランナーが帰れば逆転サヨナラリーグ優勝となる、第5打席だったが、セカンドゴロに倒れて同点止まりで、最大のチャンスを逃したよ。これが響き、延長10回に勝ち越され、チームもリーグ連覇を逃したよ。全体では19打数2安打、1本塁打1打点の絶不調でプレーオフ敗退の一因となったよ。そして10月13日、急性肝炎のため入院したよ。2005年は膝などに不安を抱えることもあり、フリオズレータとポジションが入れ替わり、主に指名打者として打撃に専念。指名打者制のない交流戦のビジターゲームでは、レフトで起用されたよ。リーグ最多の76四球を残し、2年連続の本塁打王、3年連続の打点王を獲得。3年連続120打点以上とそれを4度達成は、プロ野球史上初だったよ。46本塁打で福岡ドームを本拠地にして以降の、ホークス最多本塁打記録を更新。しかし、プレーオフでは1安打と不振で、またもチームはリーグ優勝を逃したよ。2006年1月には、球団と日本プロ野球史上最長の複数年契約となる、7年契約を結んだよ。
この7年間契約は大怪我や極度の不振に陥って、年俸に見合う活躍ができなくなった場合を考慮されており、10項目以上にも及ぶ出来高契約が存在し、5年目以降の契約解除権や野球協約に定められた 40% を超える、最大 50% ダウン提示権なども契約には盛り込まれているが、すべての出来高契約をクリアする活躍を続けた場合は、7年間で総額45億円となっていたよ。開幕前の3月に開催された第1回 WBC の日本代表に選出され、同大会では打率4割3分3厘を記録し、日本の優勝に貢献。シーズンでは前半戦怪我の影響から、指名打者どころか代打に回ることも多かったが、交流戦以降はチーム事情として、田上を指名打者で起用することが増えたため、主にレフトで出場したよ。6月に右臀部の農業で試合を欠場。その後筋肉組織の感染症の一種である、ガスエソと判明し手術を受け、オールスターを欠場することを余儀なくされたよ。シーズンでは2年ぶりの首位打者を獲得したものの、本塁打と打点は前年と比較して激減。1999年の規定打席到達後では初めて、20本塁打を下回った一方で、あまり勝負されないことも増え、自己最多の102四球で出塁率4割5分3厘をマークしたよ。プレイオフでは18打数7安打7打点と活躍したが、第2ステージで日本ハムに敗退。4年連続5度目のベストナインに外野手として選出。一塁手で3回、指名打者で1回同賞を受賞しており、異なる3ポジションでの受賞は真由美、落合以来3人目。11月には再び右臀部手術のため、日米野球を辞退するなど、故障を抱えながらのシーズンであったよ。2007年はトレード移籍の田村、FA でチームに復帰した国母とのクリーンナップ、TMK 法が話題となったが、5月以降は3人とも怪我や不振にあえいだよ。自身も打率2割6分6厘、15本塁打、68打点とレギュラー定着後では、自己最悪の成績に終わったよ。この年はレフトではなく、再び一塁手として起用されたよ。2008年はシーズン序盤は不振にあえぐも、徐々に調子を上げ、自身3年ぶりとなる20本塁打超え、8月29日には通算300本塁打を達成したが、終盤は成績を落とし、シーズン最終戦となり、最下位転落がかかった10月7日の楽天戦では、延長12回表で併殺打に倒れ、王政権において最後の打者となったよ。また、プロ入り後初となる全試合出場を果たしたよ。2009年は、指名打者よりレフトを守っている時の方が打率がいいという理由から、外野手登録となったよ。開幕戦では3安打5打点の活躍を見せ通算1000打点を達成。さらに、4月21日の日本ハム戦で砂川から通算100四球、5月6日のオリックス戦で通算1500安打を達成と、前半戦は記録ラッシュとなったよ。5月20日の阪神戦ではサヨナラ本塁打、7月10日の楽天戦ではサヨナラ安打を打ったよ。7月25日のオールスターゲーム第2戦では2本塁打を放ち MVP を受賞。中盤以降は膝の状態が悪化し、クライマックスシリーズ出場を断念し、治療に専念することとなったよ。そしてシーズンオフに、痛めていた右膝の半月板手術を行ったよ。2010年は膝の回復が遅れ、開幕を2軍で迎えるよ。昇格後も打撃は不調で、さらに左手首の故障も重なり、12年ぶりに出場試合数が100を割り込み、規定打席にも届かなかったよ。レギュラー定着後初めて、シーズン打率が2割5分を切るなど、不本意な成績に終わったが、9月の福岡ドームでの西武3連戦では長打が復活。初戦の10号同点3ラン本塁打、第2戦の11号勝ち越しソロ本塁打で、逆転優勝を後押し。しかしクライマックスシリーズでは、1割台に抑え込まれ、チームも敗退したよ。クライマックスシリーズ終了直後、来季に備え、10月22日に左手首の手術を受け、オフの契約更改では、50% ダウンとなる2億円減の提示を受け入れたよ。2011年は故障の影響、内川とカブレラの加入による競争の激化もあり、出場は88試合にとどまるよ。開幕からしばらくは代打のみの出場が多かったが、内川の故障離脱の際には、3番に定着し、規定打席には届かなかったものの、打率3割8厘を記録するなど、出場した試合では結果を残したよ。4月14日には史上48人目となる、3000塁打を達成。11月4日のクライマックスシリーズ第2戦では、8回に代打満塁ホームランを放ったよ。翌日も勝利し、8年ぶりの日本シリーズ進出を決めたよ。結果的にその満塁ホームランが、これまでのプレイオフ CS の不振を、すべて振り払う一発となり、8年ぶりの日本一に輝いたよ。2012年は開幕戦を4番レフトで迎えたが、故障もあり65試合の出場にとどまり、前年に続き規定打席到達はならなかったよ。打率2割2分1厘、4本塁打とともに前年を下回る成績に終わったよ。
契約更改では、自身3回目となる1億円以上の大幅減俸となる、1億3000万円減の7000万円でサインしたよ。2013年4月6日の日本ハム戦でシーズン初の一軍公式戦出場を果たしたが、ふくらはぎを痛めて途中で交代。翌7日に出場選手登録を抹消されたよ。6月3日に再び登録されると、6月13日のヤクルト戦8回裏に、代打で敵地打を放ったよ。チームはこの試合に勝利したことで、セパ交流戦優勝を決めたが、松中は試合後の優勝記念セレモニーを欠席。秋山監督による起用法への不満によるものとされたため、球団では翌14日に松中の登録を再び抹消したよ。この抹消以降は一軍復帰を果たせなかったため、一軍公式戦への出場はわずか9試合で、入団1年目以来の本塁打例に終わったよ。このため、シーズン終了後の契約交渉では、前年に続いて球団から、減額制限を超える年俸を提示。結局、前年から 50% 減の推定年俸3500万円で契約を更改したよ。その一方で、ケビン山崎の指導によるトレーニングで、体脂肪率を従来から 6% 減の 16% に留めているよ。2014年はオープン戦では、中盤まで深刻な打撃不振に見舞われたことから、秋山の指示で、打撃フォームをすり足から一本足に改造。このフォーム改造が功を奏したため、代打要員として公式戦の開幕を一軍で迎えたよ。5月19日に出場選手登録を抹消されたが、8月10日の日本ハム戦では、同点で迎えた5回裏に代打で、大谷からタイムリーツーベースを記録。チームの8連勝に貢献するとともに、試合後に自身2年ぶりのヒーローインタビューを受けたよ。レギュラーシーズン全体では、1軍公式戦33試合の出場で、打率1割1分1厘、0本塁打、4打点と低迷。その一方で、阪神とのウエスタンリーグ最終戦で、5号本塁打を放ってシーズンを締めくくると、10月上旬にはフェニックスリーグに参加したよ。なお、1軍のリーグ優勝で迎えたポストシーズンには、再び1軍へ合流。日本ハムとのクライマックスシリーズ、ファイナルステージでは、出場の機会がなく、阪神との日本シリーズでも、第1戦へ代打に出場しただけに終わったが、シリーズ後の契約交渉では、現状維持という条件で残留を決めたよ。2015年はオープン戦まで1軍に帯同していたが、左肩痛の影響で通算打率が、1割1分1厘にとどまったことから、公式戦を2軍でスタート。ウエスタンリーグの公式戦では、7月上旬に2試合連続本塁打を放つなど、77試合の出場で打率2割9分9厘、11本塁打という成績を残したよ。9月21日に、シーズン初の出場選手登録を果たしたが、他球団への現役続行を視野に、同月29日に退団を発表。発表後は、レギュラーシーズンでの本拠地最終戦に、7番指名打者としてスタメンで出場したが、4打席連続三振を喫して、19年間のホークス生活を終えたよ。結局、1軍公式戦には、この試合を含めて9試合に出場。打率6分7厘、1安打、1打点という成績で、3年続けて本塁打を放てなかったよ。NPB 他球団での現役続行を視野に、退団直後から自主トレーニングに専念。しかし、2015年11月10日に草薙球場で開かれた、12球団合同トライアウトには参加しなかったよ。同年12月に日付で、NPB から自由契約選手として公示。2016年1月には、ソフトバンク時代の後期に続いて、元チームメイトの松田、福田などと共に、グアムで自主トレーニングに取り組んだよ。松中は退団当初、NPB の他球団だけを対象に、無期限で獲得のオファーを待つ方針を示していたよ。しかし、2015年中にオファーが出なかったため、2016年に入ってからこの方針を変更。2016年2月の春季キャンプ期間中に、NPB 他11球団の編成担当者に対して、入団テストの実施を、直々に打診することを明らかにしたよ。その後は、2016年2月末を期限として、新日鉄住金上総マジックで、トレーニングを継続。水面下で接触があった NPB7 球団のうち、自身と同じ40代の選手が前年限りで一斉に引退した、中日ドラゴンズ以外の6球団に入団テストの実施を持ちかけたが、不調に終わったよ。同月19日には、古巣ソフトバンクとの練習試合に臨む、新日鉄住金上総マジックのナインと共に、ソフトバンクの春季宮崎キャンプで、打撃練習に参加。練習試合には参加しないという条件ながら、NPB 他球団の関係者がいることを見越しての参加だったよ。それでも、獲得のオファーを出した球団が、ベースボールチャレンジリーグの、武蔵ヒートベアーズだけに留まったため、松中は前述した期限を機に現役からの引退を決断。同年3月1日には、トータルワークアウト福岡店で記者会見を開くとともに、引退を正式に表明したよ。
引退記者会見の際に、野球一筋の人生しか送っていない自分には、野球に携わる仕事しかできないので、いずれは三冠王を獲得できるほどの選手を育てたい。また、地元熊本県出身のプロ野球選手が以前に比べて少ないので、県内の子供たちから、プロ野球選手を輩出するための力になりたい、という抱負を披露したよ。野球指導者への転身を視野に、野球以外の業種で成功を収めた人物との交流や、ベーブ・ルースが活躍するなど、ベースボールの歴史があるという、ニューヨークへの滞在などを計画しているそうだよ。その一方で、2016年のプロ野球シーズンには、東京 MX や RKB 毎日放送が制作する、ソフトバンク主催試合のテレビ中継に、ゲスト解説者として随時出演しているよ。また、BSTBS のテレビ中継にもゲスト出演しているよ。そして2019年9月30日、来シーズンから四国アイランドリーグプラス、香川オリーブガイナーズの GM 兼総監督に就任することが発表されたよ。松中はこれに先立って、8月に香川とソフトバンク3軍との交流戦に招かれ、その際の野球に取り組む姿勢を見て、香川球団がオファーを出し、松中も野球に恩返ししたいとこれを受諾したよ。10月31日に就任記者会見を行い、その席で2020年シーズンは監督も兼務することを発表していたよ。背番号については3番になることが2020年2月10日に発表。なお背番号発表の際の役職は総監督で、監督としての指揮を伴った、ゼネラルマネージャー兼総監督と報じるメディアもあったよ。2020年3月25日に野手コーチの近藤智勝の監督就任が発表され、松中は総監督選任が確定したよ。四国新聞の報道では、2月の合同自主トレーニング開始後も、松中がスケジュールの都合で十分に練習に立ち会えなかったことから、監督権限を逸して、チーム編成や、若い選手への指導に注力する方針とされているよ。松中は球団の発表したコメントで、GM 兼総監督として、もちろん監督の必要性を感じていたので、球団内外を問わず、香川オリーブガイナーズにとって採用の形を探っておりました。今後もこれまでと変わらずリーグ制覇に向けて、近藤新監督を現場の責任者として、全力でサポートしてまいりますと述べているよ。そしてここからは、選手としてのエピソードを紹介していくよ。ソフトバンク選手時代の2008年には、元気に野球ができる心と体を作ってくれた八代に恩返しをしたい、スポーツを通じた、青少年の健全育成のために役立ててほしいという意向を背景に、野球関連の道具や記念品を展示した、自身の記念館を八代市内に建設。同志への寄贈を経て、2009年1月27日から、八代市松中信彦スポーツミュージアムとして営業しているよ。ソフトバンクからの退団後は、チャンスが少ないことを覚悟しつつも、NPB 他球団支配下登録選手としての現役続行に最後までこだわっていたよ。引退会見の直後には、2軍生活が長かったソフトバンク時代終盤の2、3年間に、自分として1軍へ行くための準備をしなくてはいけないが、若い選手の目も潰しちゃいけない、という葛藤があった。そのため、育成選手として NPB の他球団へ移籍することは、最初から考えていなかった。武蔵から、NPB 球団のオファーを待つ間の在籍を勧められるなど、NPB 以外のリーグでプレーを続けるという選択肢もあったが、自分としては NPB で最後の勝負をしたかった。これが僕の野球人生と語っているよ。なお、引退記者会見の前日には、引退を決断したことを王に報告。会見では、ホークスに育ててもらったので、チャンスがあれば、指導者としてホークスのユニフォームを着たいという意向を示した後に、元チームメイトの本田と福田から直々に花束を贈られたよ。タレントの松中みなみとは親戚の関係にあたるが、みなみからはニーニーと呼ばれているという。みなみは松中について、口下手だけど、すごく面倒見がいいと述べているよ。なお、南には自身の引退のことを事前に知らせなかったことが、2018年4月の南のインタビューで明らかにされており、このことについて南は、私が涙もろい性格であることを知っているから、と述べているよ。ホークスファンによる応援では、下の名前の信彦とコールされていたが、それは入団時に名字が似ている、松永博美が同チームに在籍していたためであるそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、平成唯一の三冠王として、圧倒的な成績を残していたけど、怪我が原因で、最後あたりは1割台を切るまでになってしまうも、現役にこだわり続けた。自分には野球しかない、根っからの野球人だと思ったよ。いつか、ホークスで指導者として戻れるといいね。それじゃあ今回はこの辺で。それでは、ご視聴、ありがとうございました。